宅配便の大きい荷物が営業所に届いているので、トラックで引き取りに向かいましょう。かなり久しぶりにエンジンかけるな。キャラバンでも積める荷物だけど、たまには4トン動かしてやらんとな。電圧 22.3 ボルトはちょっと低いな。はい、こういうことは時々あります。2トン車ぐらいなら普段の足として乗ったりできるけど、4トンはなかなかね。気が向いたら充電器かけたりしてるんだけど、今回はちょっとサボってたな。今日は諦めよう。趣味のバイクや車持ってる人はあるあるじゃないですか。過放電はバッテリーにも悪いですね。またしばらく乗れないな。はい、皆さんこんにちは。楽天でソーラーパネルを買いました。ちゃんと使えるか実験中です。発電した電気をバッテリーに貯めて冷蔵庫を動かしています。ソーラーパネルは楽天で8980円。チャージコントローラーっていうのが必要で2690円。現在25ボルト。シガーソケットから冷蔵庫。これが中古バッテリー。冷蔵庫はよく冷えています。電圧は少し下がってきています。ソーラーから来てる電圧が 20.4 ボルト。チャージコントローラーに昇圧機能がないと、これではバッテリーには入っていきません。冷蔵庫を切って1日放置してみましたが、電圧は上がりませんでした。もう1枚追加。直列つなぎで電圧アップです。ソーラー 25.8 ボルト。そんなもんかな。まあでもこれで放置してたら、冷蔵庫使っててもバッテリー電圧上がっていきました。実験終了でいいでしょう。
パネルのフレームに穴が開いています。ステンレスのナットリベットを買いました。今までアルミのナットリベットしか使ったことないんだけど、ステンレスはどうかな。ナッターにセット。6ミリの穴が開いているので M4 のナットリベットがちょうどいいサイズです。いい感じに力を入れたらネジ穴が完成します。力加減がね、慣れが必要かな。裏側はこんな感じ。見えにくいけど縁が膨らんでがっちり挟まっています。しかし 100W のパネル2枚とはオーバースペックですね。 50W2 枚で十分じゃったな。そのうちサブバッテリーシステムにアップグレードしようかな。こっちは屋根にシワがいってるからこっちに乗せよう。横向きは無理だな。横向きだな。ちょっと高くて怖いです。天井を剥がしていきます。最近のウィングボディは天井のベニヤがない場合も多いですね。場合によっては横のベニヤもなかったり。軽量化ですかね。ちょっと無理やり。箱マーカーするときに横のベニヤ外したけど、横は割と外しやすかったな。電線を出す穴を開けました。横から穴の位置が分かるようにこんな印をつけました。縁から中に19ミリの位置にネジ穴。パネルを上に上げました。まっすぐ並べます。ネジ穴の位置を屋根の方にも書いていきます。一度どかして
さっきの印から穴の位置を割り出します。電線を引き込む穴はこの辺にしようかな。パネルを戻して位置は合ってますね。あ、よかった。穴の周辺にたっぷりコーキングを打っておきます。屋根の板は薄いアルミなので、そのうちネジの周辺が破れてしまいそうです。なので余ってた板で大きい補強板を作りました。パネル2枚を直列つなぎにするので、下に下ろす線は2本になります。電線の穴は塞がるかな。ゴムのグロメットをはめておきます。コネクターが太くて通せないので C の字に切っておきます。もう一個コーキングで穴の周囲を固めておきます。
コンパネが破れてたところから外に出してバッテリーにつなぎました。天井は雨漏りしたら手直ししないといけないので、しばらくこのままにしておきます。日中は約 28V、エンジンがかかっている時の電圧を維持しています。